あ、カウントダウンがとっくに終わっていた。くよくよしても仕方ないので諦める。自分はいつもここで寝ている。なんでバンクベッドで寝ないんだと思うかもしれないが、バンクに上がるのがめんどくさいわけで。元旦限定の6時半から配られるキーホルダーは必ずもらって帰りたい。極寒の中1時間以上並ぶので、コーヒーを持っていく。準備 OK。結構並んでんのかなこれね。もうでもみんな起き始めてるな。もう並んでるね。テレビ撮影もうしてんのかな。やばい、普通に並んでる。みんな早いっしょ。5時半前なの。柏屋さんの向こうまで続いている。ガソリンスタンド近くまで並んでいた。花火の打ち上げ場所が変わったようで、自分がいる場所からよく見えた。最北端テント村。風来坊親父さんという関西から毎年年越し宗谷岬に来ている YouTuber さんと一緒に並べて、あっという間に時間が過ぎた。風来坊親父さん、ありがとうございました。今年の目的は達成したことにしよう。電熱ベストのおかげでとても暖かかった。この時しか着なかったけど、初日の出まで少し時間があるので朝飯2晩使って約半分。定番のホットサンド、すき焼きで余った卵もトッピング。うまく焼けていた。北海道の朝食ではソフトカツゲを飲むと聞いた。完成。
初日の出が7時過ぎだったので外に出る。初日の出を見るために灯台の方に向かうが、見える気配もないので引き返す。せっかくなので宗谷神社でお参りをしよう。結構来てる。YouTuber1万人いきますように。ありがとうございます。わあ、凍ってる。こっちも凍ってるよ。自分に雪が。あとは大丈夫かな。大丈夫だ。よし、行こう。宗谷岬、ありがとうございました。出発。この後の予定は北防波堤ドームに少し寄り、オロロン街道南下、留萌、深川経由で宿泊地の美唄を目指す。約300キロのドライブ。一人で年越し宗谷岬はちょっと寂しいかと思って来てみたが、変な人も結構いて、とても楽しむことができた。稚内市内まで戻ってきた。冬の北防波堤ドームに到着。次の目的地に向けて出発。幻想的なサロベツ原野を走り抜け、オロロンラインに出て南下していく。道の駅小平ニシン番屋。店が開いていなかったのでトイレだけ借りた。続いて道の駅留萌に寄り道。有名な日清そばを食べようと思ったけど、こちらも休みだった。廃線になった留萌駅に寄ってみる。留萌には昔バイクで来た時にライダーハウスに世話になったことがある。確かミツバチハウスという名前だったと思う。年末に降ったドカ雪でこの辺りの雪もすごい量だ。滝川の辺りまで来ると一気に雪が減った。
そしてまた美唄に近づくと雪が増えた。今夜の宿は美唄 RV パーク。ユーリンカンさんという日帰り入浴施設の一角にある。温泉に露天風呂、食堂もついている。今宵はのんびりさせてもらう。RV パーク、美唄さんに到着。寒い。やばい、靴のまま来ちゃった。うまそうなご当地グルメ。チェックインしてきました。ゴミと含めて2600円。あれ、駐車場あっちだ俺。で、温泉の利用券があって半額かな、350円。結構お得な感じだよね。滑る。やばい、燃料が。元旦の北海道はほとんどのスタンドが閉まっていた。北海道に入って予備のガソリンを20リットル買っといてよかった。明日のフェリーでは持って帰れないので、ここで全部入れてしまう。すっからかんの状態からどれぐらい。20リッターでこんなもんなんだ。RV パークはこんな感じ。まずは車のセッティングと風呂行く準備をしよう。いや、寒いよ。軽食コーナーだがしっかり食事が取れる。美唄のご当地グルメもいくつかあった。まずは美唄焼き鳥を頼んでみた。ビールを頼んだら一口サイズだったのですぐに飲み干してしまった。風呂に入っている間に能登の地震があったようで、いろんな人から連絡が来ていた。呼ばれました。缶ビールも売ってたので2本目からは缶ビール。ご当地グルメ美唄焼き鳥いただきます。今まで食べてきた焼き鳥とは全然違う。結構癖がある。酒のつまみにはいい感じ。地元の家族連れでとてもにぎわっていた。ここいいな。とても静かな RV パーク。車に戻り北陸の仲間に連絡したり、ネットでニュースを見たりしていた。この車にはテレビもついていたのでテレビをつけてみた。こういう時テレビがあるのは便利だ。明日1月2日小樽発新潟行きのフェリーを予約している。津波注意報や警報が出ているとフェリーは出港しない。自分は帰れるんだろうか。明日帰ることはできるんだろうか。情報もなく不安であるが、とりあえず休むことにする。おやすみ。1月2日、予定通りフェリーが出ることになった。はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。そのスロープやってください。はい。長いようで短かった北海道の一人旅、これにて終了。久しぶりの一人旅だったが結構良かった。新年最初の航海。この日のフェリーは客室はかなり埋まっていたが車は少ない。大型車がいないからであろう。北海道に乾杯。これで年越し宗谷岬2023年2024年終了。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次はどこに行こうかな。リクエストなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。